なあきなこ、中国のオープンな AI モデルって、どうせベンチマーク特化のハリボテなんじゃないの？安かろう悪かろうじゃないの？そう思うよね。でも実はね、中国製のオープンな AI が実際のバグ修正を図るテストでオープン AI の GPT5.5 を追い抜いちゃったの。中国の OSS があの GPT5.5 を抜いたの？しかも API の料金はクロードのトップモデルの8分の1。おまけに NVIDIA の GPU を1枚も使わずに作られてるの。 NVIDIA なしで？そんな、どうやって作ったん？その正体がミニマックス M3。 2026年6月1日に中国のミニマックスが出した最新のオープンウェイトモデルなの。ミニマックス M3、 南葛予想な名前やな。今日はね、この M3 が取った3冠の中身と、なんで GPT5.5 を超えられたのか、その裏にあるアメリカの規制の皮肉まで順番に見せるね。うわ、それめっちゃ気になるわ。中国 OSS は張り子の虎っていう常識がこれで完全にひっくり返るよ。よっしゃ、教えて教えて。きなこもっちーのテック深掘り。今日も一緒に深掘りしよう。ねえきなこ、さっきから三冠って言われても正直ピンとこないんだよね。そもそも 1M トークンって何がそんなにすごいの？いい質問だね。トークンは文章を細かく区切った塊のことね。1M トークンだとだいたい分厚い本10冊分を一度にまるっと読み込めるんだよ。本10冊分？でもそれって単に多ければいいってもんなの？正直そんなにたくさん読めて何が嬉しいのかイメージできないな。例えばね、何時間もある長い動画とかプログラムのコード全体を丸ごと一気に読ませられるの。いちいち細切れに分割しなくていいんだよ。コード全体を丸ごと？それめっちゃ便利やん。ちまちま分割して貼り付ける手間がゼロになるってことやろ？そういうこと。でもね、ここが肝心なんだけど、普通のやり方で 1M トークンを読もうとすると計算量がとんでもなく爆発しちゃうの。爆発ってなんだか物騒だね。なんでただ読むだけでそんな大変なことになっちゃうの？従来のやり方だとたった一つの答えを探すのに図書館中の本を全部1ページ目から順番にめくって確認するようなものなの。それは気が遠くなる。全部めくってたら答えにたどり着く前に日が暮れちゃうよ。でしょ？だから M3 はその全部めくる無駄をなくす仕組みを作ったの。実はこの仕組み MSA っていう名前がちゃんとついてるんだよ。 MSA は分厚い目次や索引を使って必要なページだけをピンポイントで直接開くようなやり方なの。もう全部めくらなくていいんだよ。なるほど、索引を引いて一発で目当てのページか。それなら確かにめくる手間が省けてぐっと早そうだね。そうなの。しかもこの MSA 計算量を従来のなんと20分の1まで減らせるの。事前処理は9倍、文章生成は15倍も早くなるんだよ。20分の 1？ 桁が1個どころか2個近く減っとるやん。 IT 音痴の愛でもそれがやばいってことはわかるで。でしょう。この仕組みのおかげで 1M トークンがただの机上の空論じゃなくて現場で実際に使える本物の道具になったの。さてここからが2つ目の冠、マルチモーダルね。 M3 は文字だけじゃなくて画面そのものを見て自分でパソコンを操作できるの。画面を見て操作？それってつまりどういうことを？具体的にはどんな作業ができるようになるの？例えば Excel の中身を読み取って別のアプリに自動で入力していくみたいな作業ね。テストでは7割くらいのタスクを成功させてるんだよ。そして最後3つ目の冠がエージェントコーディング。実際に GitHub に上がってる本物のバグを自分の力で見つけて直せるの。練習問題じゃなくて本物のバグを直せるんや。それはガチで現場で役に立ちそうやん。すごいな。そうなの。この3つの冠を約420はちびっていう巨大なモデルに全部詰め込んで1台で実現したのが M3。 かなりの欲張りさんなんだよ。三冠がすごいのはよくわかった。でもこれ NVIDIA の GPU を1枚も使わずに作ったって本当なの？そこが一番の謎なんだよね。でもきなこ、ちょっと待って。中国製のベンチマークって
結局自分のところで測って自分で持ってるんちゃうの？そんな点数素直に信じてええんかいな。その疑いすごく大事だよ。発表された数字を鵜呑みにしないのはむしろ正しい姿勢なの。だからこそどのテストで測ったのかをちゃんと見る必要があるんだよ。今回の主役は SWE ベンチプロっていうテスト。これはね、実際の GitHub にある本物のリポジトリのバグを AI がちゃんと直せたかどうかで採点するものなの。ここが肝心でね、人が作った問題集と違って本物のコード由来だから事前に答えを覚え込むデータ汚染がしにくいの。つまり点数を盛りにくいテストなんだよ。へえ、つまり過去問いの丸暗記が通用しないガチの実技試験ってことか。それなら出てきた点数の意味もぐっと重くなってくるね。そういうこと。その SWE ベンチプロでミニマックス M3 が叩き出したのが 59.0%。 ここからが今日一番の本題だよ。同じテストで OpenAI の GPT-5.5 が 58.6%、Google の Gemini 3.1 Pro が 54.2%、M3 はこの2つをわずかだけどきっちり上回ったの。ほんまに抜いたん？中国のオープンなモデルがあの GPT とジェミに落ちすぎで上回ったってことを？これはめっちゃ事件やん。事件だよね。中国の OSS なんてベンチ特化の張り子の虎って言われてた常識がここで一回ガラッとひっくり返ったの。でもね、モッチー、ここで話を終わらせちゃうと一番大事なところを見落とすことになるの。実はね、絶対的なトップの座はまだ誰にも譲られてないんだよ。 SWE ベンチプロの1位はクロードオーパス 4.8 で 69.2% なの。69.2% を M3 の 59.0% とはまだ結構差があるね。じゃあ結局一番上はクロードのままってことなの？そうなの。だから M3 はトップに肉薄した一番コスパの EOSS っていう位置づけが一番正確なんだよ。それにね、もう一つ正直に言っておくね。 M3 の 59.0% は今のところ自社報告の数字で第三者による独立検証はまだ終わりきってないんだよ。なるほどな。自分で出した点数だからそこは少し割り引いてみておいた方がいいってことか。正直に言ってくれて助かるよ。そういうこと。でも独立検証の前でもこの水準を本当に出せているとしたらそれ自体が規格外なのは間違いないよ。実際ウェブ操作の自律性を測るブラウズコンプでは M3 が 83.5 を記録してクロードオーパス 4.7 の 79.3 を超えてる領域もあるの。この性能はもう完全に本物やん。これだけ強くてしかもオープンに使えるんやろ。もうこれから全部これでええんちゃう？ふふ、絶対そう言うと思った。でもね、一番面白いのはまさにそこなの。性能で米国勢を上回ったはずなのに現場の開発者たちは今 M3 を全部には使っていないんだよ。むしろ賢く使い分けてるの。なんで？こんなに強くて安く使えるのにわざわざ使い分けるって、その方がよっぽど不思議じゃないか。そのなんでこそがこのモデルの一番おいしいところなの。ちゃんとはっきりした理由があるんだよ。まずは価格からいくね。 M3 の API 利用料は入力100万トークンでたったの 0.60 ドル。これ破格の安さなの。0.60 ドルって言われてもそれが高いのか安いのか僕には正直全然ピンとこないんだよね。比べれば一発だよ。クロードオーパス 4.8 は同じ100万トークンで 5.00 ドル。 M3 はそのざっと8分の1なの。8分の 1？ めっちゃ安いやん。しかも処理まで早いってさっききなこ言うてたやろ。それ最強ちゃうん？そんなに安くて早いならもう全部 M3 でいいじゃん。なんでわざわざ使い分けないといけないの？安いなら全部これでいい。本当にそう？ここ立ち止まって考える価値があるところなの。面白いのはね、性能で米国勢を上回ったのに開発者は M3 を全部には使ってないってこと。安くて性能も強いのに全部には使わないの？なんだかそれはすごくもったいない気がするけどな。 M3 にもちゃんと苦手があるからなの。まずは数十ファイルにまたがる巨大なリファクタリング。
ここはクロードオーパス4点は違段違いに強い。 M3 は1箇所直すと別の場所を壊す波及エラーを起こしやすいの。ああ、1個バグを直したつもりが別のとこが新しく壊れちゃうみたいなやつか。それは確かに困るな。そういうこと。もう一つの苦手はターミナルの中だけで完結する作業。ここは GPT-5.5 が得意なの。端末操作を測るターミナルベンチだと GPT-5.5 が 82.7%、 M3 は 66.0%。 ここははっきり差が出てるんだよ。なるほどな。同じ AI でもモデルによって得意な仕事と苦手な仕事がちゃんとあるってことなんやな。そう。だから賢い運用派ね。日常タスクの7割から8割をまず安くて早い M3 にどんどん任せるの。その上で巨大リファクターや難関だけをクロードや GPT に回す。難しいものだけフォールバックさせるんだよ。これがルーティング戦略。前のパートで残したなぜ使い分けるのかの謎。その答えがこれなの。企業からするとね、今や AI に払うトークン支出そのものが無視できない立派な経営課題になってきてて、全部を高いモデルに一本化する運用はもう経済的に全く合わない時代に入りつつあるの。だからこそ。ごめん、つい熱くなっちゃった。要は AI のコストって本当にバカにできないってことなの。つまり貸し得使い分けでケチった分で飼い主にバレずにおやつ代を浮かせられるってことやな。気が早いな。でも性能も価格もこれで腑に落ちたよね。残る大きな謎は NVIDIA なしでどう作ったか、それだけ。ここだけの話なんだけど、この躍進を生んだ本当の理由はね、皮肉にもアメリカ自身の癖だったって言われてるの。ちょっと待ってや。アメリカが締め付けたのに逆に中国が強なったってこと？意味わからへんで。そう見えるよね。まず思い出してほしいのが前半で残ってた謎。 NVIDIA を1枚も使わずにどうやって作ったのかって話。ああ、それずっと気になっててん。あんな高性能なモデルを GPU なしで本当に作れるもんなんか？実は M3 アメリカ製の GPU を一切使ってないの。中国ファーウェイのアセンド 910B っていうチップだけで学習されたんだよ。ファーウェイのチップだけで NVIDIA なしでもいけるんや。ほんまかいな。ちょっと信じられへん。しかも競合の GLM5.1 も同じくアセンドだけで学習されてるの。もう最先端 AI に米国製チップは必須じゃないって証明された形。でも普通に考えたら規制されて部品を断たれたら開発って止まるよね。なんで逆に前へ進むの？ここが一番皮肉なところ。高性能 GPU への道を塞がれた中国は物量で殴る力技のスケールって選択肢を失ったの。だから代わりに限られた計算資源を生かすアルゴリズムの効率化へ舵を切ったって専門家に分析されてるんだよ。なるほどな。物量で押し切れへんから代わりに頭の良さで勝負するしかなかったってことか。そういう見方が強まってるの。前半で話した MSA って仕組みも少ない計算で長文脈を成り立たせる工夫の一つなんだよ。制約があったからこそ逆に賢い作り方が磨かれたんやな。ピンチがチャンスにが出たわけか。実際 M3 を公開した翌日にはファーウェイのクラウドがアセンドで動かしてみせたの。チップから基板まで全部国産で完結できるぞって。チップも動かすクラウドも全部自前かいな。それやとも規制が全然効いてへんやん。そう。そしてもう一つの戦略が作ったモデルを世界にただ同然でばらまくこと。ここが一番したたかだって論じられてるの。ただで配ったら損するだけちゃうの？わざわざそんなことして何の得があるん？みんなが中国製モデルの上で開発を始めたら世界の土台そのものを握れるオープンソーストロイの木馬戦略って呼ばれてるんだよ。うわ、安くて高性能やから気づいたら世界中がその上で開発してるって寸法か。えげつないな。 GitHub やハギングフェイスのランキングを中国製モデルが占め始めてる。そんな指摘も出てるくらいなの。規制した則が逆に相手の世界戦略を後押ししちゃったんだね。なんだかすごく複雑な気分になってきたよ。だからこそ私たちがどの AI を選ぶかも性能だけじゃなくてどこの誰が作ったかまで関わる時代になったの。というわけで今日のまとめ。中国の OSS なんてベンチ特化の張り子の虎っていう思い込みは
M3 の登場で完全に過去のものになったの。いや、僕最初は安かろう悪かろうって完全に舐めてたよ。実バグ修正で GPT5.5 を抜いて価格は8分の1でしょ。もう疑いようがないね。衝撃の中身は3つ。 1M トークンの超長文脈、 GPT5.5 声の実力、そして NVIDIA を1枚も使わず作った価格破壊。これが一度に揃ったの。で、それが僕ら個人開発者には具体的にどう関係してくるん？そこが一番知りたいねん。大ありなの。今まで大企業しか手が届かなかった超長文脈×エージェント自立が破格の値段で個人の手に届くようになったって言われてるんだよ。マジか。ほな、Y みたいな個人開発者でも大企業並みの開発力を安く手に入れられるってことやんか。そう、逆に企業側はシビアになるの。高いモデル1本に全社を絞る時代は終わって、日常は M3、難関だけ米国勢に回す使い分けが広がりつつあるみたい。収益を見てる私からすると、 AI のコストもどこの国のモデルに頼るかっていう地政学リスクももう立派な経営課題。賢く配分できるかでこれから差がつくんだよね。はあ、なるほどね。僕 AI ってもう純粋な性能だけで選ぶ時代じゃないんだなってしみじみ思ったよ。しかもどこの誰が作ったかまで含めて選ぶ時代なの。そこでみんなに聞きたいの。あなたなら毎日のコーディングをどのモデルに任せる？僕は正直安いのに全部やらせたい派だな。浮いたお金でおやつを豪華にしたいし、みんなの意見もコメントで教えてほしいな。それとね、実はこの M3、中国 OSS 勢では一強ってわけでもないの。キューエンやディープシーク、GLM との覇権争いが今すごく激しくて、それを掘り下げた動画も置いておくね。参考になったらいいねだか評価してくれるとおやつ代になるよ。チャンネル登録と通知オンもよろしくね。バイバイ。またね。